さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。103回目の今回は、怪人と称される選手の解説になるよ。その選手とは、オリックス、ホークスに在籍していた、ブーマーウェルズ選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。ブーマーウェルズ、1954年4月25日生まれの67歳、アメリカ合衆国アラバマ州出身の元プロ野球選手だよ。1980年代後半の阪急、オリックスの主砲として、最優秀選手をはじめとする、数々のタイトルを獲得したよ。大学時代は NFL 選手を目指しており、1975年の NFL ドラフト16順で、ニューヨークジェッツに指名されたものの、結局叶うことはできなかったよ。そしてアマチュア FA として、MLB 参加と契約を結び、1981年にブルージェイズ、1982年にツインズを経て、1983年に阪急ブレイブスに入団したよ。阪急がブーマーを獲得したのは、1982年オフのハワイのウィンターミーティングで、当初はランディ・バースに目をつけており、阪神と契約金の競り合いになっていたよ。また他方で、球団常務がアメリカのスポーツ雑誌の情報から、長打力がありながら、三振の少ないブーマーに注目し、ツインズと交渉していたよ。当初ツインズは、メジャーに昇格させる予定として拒否したが、トレードマネーの支払いを条件に移籍に応じ、入団が決まったことから、阪急はバースからは撤退したよ。1983年は、打率こそ3割4厘を記録したものの、ホームランは17本に終わるよ。これは、日本野球への順応途上だったことと、膝を手術したばかりで、オフのトレーニングが、不足していたためだったそうだよ。また場外本塁打を打ったら、等身大2メートルの、ブーマーパンというパンを観客にプレゼントする、企画も球団で立てられたが、1年目の公式戦で場外本塁打は出なかったよ。オフでトレーニングを積んだ1984年には、打率3割5分5厘、37本塁打、130打点で、来日外国人選手初となる三冠王と、MVP を獲得し、リーグ優勝に貢献したよ。そしてこのことで、メジャーからも契約の話があったが、断っているよ。1985年には、ユニフォームを忘れ、同僚の山沖のユニフォームを借り、試合に出場したことがあるよ。しかしサイズが合わず、バッティングも窮屈になってしまい、最初はヒックスのユニフォームを提案されたが、俺はあいつほど太っていない、と拒否したそうだよ。シーズンは、打率3割2分7厘、34本塁打、122打点を記録し、最多安打を獲得。1986年は、打率3割5分、42本塁打、103打点、3年連続で最多安打を獲得し、1987年には打率3割3分1厘、40本塁打、119打点で打点王を獲得したよ。1989年には、打率3割2分2厘、40本塁打124打点で、首位打者と打点王の2冠を獲得。また同年9月25日の大英戦で、3回裏にホームランを放った、門田をホームで出迎えた際の、ハイタッチで門田の右腕を脱臼。この時、門田は登録抹消までには至らなかったが、シーズン終盤での1週間を棒に振ってしまい、悪気はなかったブーマーも、ひどく落ち込んでしまったそうだよ。1991年、打率3割、20本塁打、67打点を記録し、9月6日の大英戦にて1000試合出場を達成。また10月6日の日本ハム戦で、250本塁打を達成したよ。そしてこの年限りで、オリックスを退団。そして1992年に大英に移籍し、打率2割7分1厘、26本塁打、97打点で打点王を獲得。しかしシーズン後半に絶不調に陥ったこともあり、この年限りで退団。その後1994年には、春季キャンプからシーズン途中まで、オリックスの臨時打撃コーチを務め、現在は野球代理人で、アメリカと日本の野球界の橋渡し役として、活躍し、ナイジェル・ウィルソンを日本ハムに送り込んだよ。2012年1月、日本の野球殿堂23票足りず落選、そして引退後21年を経過したため、資格を失ったよ。ブーマーのこの落選には批判があり、本人も日本で10年やって、三冠王や MVP を取ったことを引き合いに出し、この落選に落ち込んだと述べているよ。2012年6月2日のセパ交流戦の、オリックス対巨人で始球式を務めたよ。当日、オリックスは阪急の復刻ユニフォームを着用して、試合に臨んでいたため、ブーマー本人も当時と同じ、背番号44の復刻ユニフォームを着用して登場したよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。阪急への愛着は人一倍強く、球団がオリックスに譲渡された当初は、本拠地も西宮球場のままだし、オリックスの青いユニフォームは好きだったし、別に違いは感じなかったと言ったが、だんだんと阪急色を一掃していくオリックス球団や、上田監督の公認、
となった土井には不満も多かったり、ミーティングが長く、拘束時間が長くなったことが、不満だったそうだよ。4番を外されたことについては、土井監督は私に敬意を払わなかった、とコメントし、大英への移籍の要因となったと語って、おかげでチームも勝てなくなり、ファンも離れていった、とも語っているよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、以前紹介したバース選手と同じくらいの存在感を感じたね。バース選手とは同時期に活躍し、バース選手よりも長く日本球界に在籍していた、ブーマー選手も、阪急、オリックスの外国人選手の中でも、トップクラスの存在なんじゃないかな。ただ、数々のタイトルを獲得していながら、殿堂入りが叶わなかったというのは、疑問に残るものではあるだろうね。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。